空が青いな。はい、おはようございます。今日は9月の16日火曜日でございます。はい。今日からね、連休明けで、3連休明けで仕事してる方も多いのではないでしょうか。はい。皆さんはね、地球上にある水、これどっからできてるかご存知でしょうか。はい。いや、そんなの雨だろうと、思われる方いらっしゃいますと思いますけども、実はね、雨はですね、雨は海の水が蒸発して雲となって雨となると、いうことなので、不正解でございます。じゃあ例えば、山からね、地下水を通って川を流れてきたやつが、水じゃないかと、いう方もそれも不正解でございます。はい。ちょっとね、あれはねただ循環してるだけということで、じゃあ水はそもそも地球上でどうやって作られているのかということをですね、はい、ちょっと皆さん考えてみてください。はい、ということで、答えは言いません。答えは言いませんというかですね、いろいろ、まだ分かんないことがいっぱいあるそうでございます。はい、ということで、いくつか説はあるんですが、またそれは次回話したいと思います。ということでね、ちょっと急遽、この後ですね、いつもの金子さんがね、鉄くず引き取ってくれということでちょっと来てくれということなんで、今日はメルカリのアップはございません。はい、よかったですね、くだらない動画ね見せられてねつまんないでしょうからね。はい、ということでちょっとこれから行ってきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。人血。はい、それではですね、今からですね、鉄くずを引き取りに、向かっております。はい、ということでね、ちょっと便利屋としてもね、いろいろ勉強していかなきゃいけないもんですから、いろいろねゴミが出るわけでございますが、はい、そのゴミをね、うまく、再利用できる形をね、考えていきたいと思います。ということでこれから向かいたいと思います。はい、ということでね、今日はですね、鉄くずを引き取りに来たわけでございますが、やはりね鉄もですね、結局使わなくなってしまうと、ゴミになってしまうということで、もったいないですよね。まだね鉄は鉄として使えますからね、これをですね、回収してですね、はい、鉄くず屋さんというところに売りに行こうという形で、やっております。当然ながらね私ね、右も左もわからない土地に来ておりますので、こちらね鹿の子さんですかね、にいろいろ教えてもらいながら、どこの鉄くず屋さんが鉄が高いとかね、どこどこの、回収屋さんは、いい加減だとかね、ざっくりで、取りに来るとかね、そんなこれちょっと運べねえな。でかすぎるな。うん、くっついてるね。はい、ということでね、このようなねもうボロボロの鉄くず、こういうものがですね、実はお金になるわけでございます。はい。
皆さんはね、ほとんどの方、特に都会の方はですね、お金を払って、捨てるというのが当たり前でございますが、ちょっとね、自分で考えて自分で調べればですね、こういうのがね、お金になると。で、じゃあどこで回収してどこで売ればいいのかっていうね、そういうのはちょっと調べないといけませんけれども、田舎はですね、ちょっと都会の方はね、なんか田舎に行くとですね、仕事ねえじゃねえかよと、生きていけねえじゃねえかよと思われる方が多いと思うんですけれども、自分自身でですね、働くと、稼ぐという選択肢もあるわけでございます。はい。ですのでですね、自分で、動いて行動して、そして、自分で、何ができるのかということをね、きっちりとですね、周りの方に言うとですね、どこでも仕事っていうのはですね、自分の力で取ることができますし、生きていくことが可能でございます。都内ですとですね、余計な結構お金出費がかかるわけでございますね。はい、駐車場一つにしてもですね、どこか買い物に行っても駐車場代金を取られるとかね、ほとんど乗ってない車に、保険だとか税金だとか、駐車場代だとか、車検代とか、いろいろかかるわけでございますね。あとね、便利がゆえにですね、娯楽も多くてですね、無駄なお金を出費がですね非常に多いでございます。田舎はですね、そもそも娯楽が少ないので、生きていくため、食べていくためのお金があればですね、生きていけるわけでございますね。はい。ですので、今ね、都内でっていうか都会でね、苦しんでいらっしゃる方ね、いらっしゃいましたらですね、田舎はいいですよ、特に富津はいいですよということをね、お伝えしようかなと思っております。はい。自分の力でね、生きていけますんでね、はい、それにやはり人が温かいので、ちょっと都会だと今ですね、隣近所、誰も知らないっていうね、長年住んでてもっていうパターンが多いですけども、こちらはですね非常に優しい人が多いです。はい。これね、かのこさんがいつもね扱っている農機具、今回これをね、買い取り下取りっていうんですかね、買い取りに、来られたそうでございます。はい。1個ねタイヤがもぎ取れてまして、故障しているということなのですが、こういうのをね彼は、直して、再販売していると、そういう形でございますね。これあれだ、ハンマーナイフモア。これも昔からあるの？こういうタイプって昔からあるの？最近だよね。はい、こちらの方がね、鹿の子さんでございます。鹿の子さん。はい、ご縁がありまして、リサイクルショップに来ていただいたのがきっかけでですね、非常に親切に優しくしていただいている鹿の子さんでございます。はい、この方がね、いろいろと、教えていただいてですね、はい、彼もですね、今まで苦労して、長年商売をねやってた方なんで、非常にお互い気持ちも分かりますしということでね。ホイール漏れするとキャタピラーが外れちゃうんだよね。はい、これねユンボ
ユンボも欲しいなって俺が言ったらですね、中古に出てくるのはね、ピンキリでね、オイル漏れとかね、してると外れを引いちゃうということを言ってましたね。はい。ということで、ちょっとね、人間の力では軽トラに積めなかったんで、これユンボでねちょっと積んでもらっております。はい。ロープでね引っ掛けて釣ってですね、軽トラに積んでいってもらってます。はい。ということでね、田舎は田舎のですね、仕事が必ず探せばあります。はい。で、生きていくこともできます。はい。ですのでね、固定観念、思い込みでね、都会にいないと、生きていけないと思われている方もいらっしゃると思うんですけども、僕から言わすと正直都会にいようが田舎にいようがですね、その人が、やる気を持って、行動してですね、考えて行動して、生きていけばですね、どんなことでもできるんじゃないかなと私は思います。ということでね、今回ですねまた新しい、経験をさせていただきましてですね、そもそも私なんか鉄くずなんてね引き取ったこともありませんし、これを鉄くず屋に売るなんていうこともしたことありませんが、人生初のですね、経験をさせていただきまして、はい。そういうやり方もあるのかなということで教えていただきました。どうやらね、重い最後の鉄くずが、軽トラの方にですね、はい、積み終わりましたんで、もうちょっと上げてもらって、上。はい、大丈夫。そっちは大丈夫かな。オッケー。逆さまにすれば落ちねえか。はい、ということでね、なんとか、積み込めまして、はい、ロープをねしっかり、していかないとですね、鉄くずの場合はですね、ガタンガタンズルズルって、落っこちますんでね、道路にまき散らしてしまいますんで、しっかりねロープで、縛っていきます。はい。ということでね、もう最近この荷物をねロープで縛る方法もね、何度もやってきましたんで、スムーズにできるようになりました。はい。これもですね、慣れですよね。ですからね、やっぱりですね、生きていく力、はい、生き抜く力っていうのはね、誰にも頼らない自分の力でね生きていくということができるとですね、非常に、楽でございますよ。はい。例えば会社に依存しなければいけない、どこかね、行政に頼らなきゃいけない、または家族に頼らなきゃいけない、親戚に頼らなければいけないとかね、誰かに頼って生きているということはですね、皆さんほとんどがそうなのかもしれませんが、やはり大変なもんでございます。でもですね、自分の力で、生きていく術をですね、見つけられればカマキリさんも大喜びなんでしょうね。では。はい、ということでね、今帰ってまいりました。今日もね、暑いんですけど、鉄くずをねちょっと引き取りに、山の方にね行ってまいりました。はい。ということでね、今日は、以上となります。
ご視聴ありがとうございました。ちょっと疲れちゃったんで、午後からのね、古民家は、また明日ということにさせていただきたいなと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑